こんにちは。ゼロから行政書士第5回です。前回は憲法の基本原理を学びました。今日はその中心である人権について総論を学びます。テーマはそもそも人権は誰が持つのかという問題です。外国人や会社にも人権はあるのか、有名な判例とともに整理します。共有主体の問題は行政書士試験で繰り返し問われる重要テーマです。はじめに人権総論で学ぶことを確認します。一つ目は人権を持つのは誰かという共有主体の問題です。二つ目は人権はどこまで制限できるかという限界の問題です。これらは個別の人権を学ぶための共通の前提になります。まずは人権にどんな種類があるかをざっと見ておきましょう。人権は大きくいくつかの種類に分けられます。自由権は国家に干渉されない自由で人権の中心です。社会権は人間らしい生活を国に求める権利です。他にも政治に参加する参政権や国に対して求める受益権などがあります。今日はこれらに共通する総論を学ぶという位置づけです。人権を持つ資格を共有主体と言います。日本国民が人権を持つことは当然の前提です。問題になるのは外国人や会社などの法人です。この点はそれぞれの権利の性質から考えるのが基本です。権利ごとに外国人や法人に馴染むかどうかを考えるのです。これを性質説と言い、判例もこの立場に立っています。まず、外国人の人権です。判例は外国人にも人権の保障が及ぶとしています。ただし、権利の性質上、日本国民のみを対象とするものは除かれます。例えば、国政の選挙権などの参政権は大きく制約されます。反対に、思想の自由のような権利は外国人にも広く保障されます。つまり、性質に応じて保障される範囲が変わるということです。外国人の人権で重要なのがマクリン事件です。この判例は外国人にも人権の保障が及ぶことを認めました。政治活動の自由も一定の範囲で保障されるとしています。しかし、その保障は在留制度の枠内にとどまるとされました。外国人が日本に引き続き在留する権利までは保障されないという点が重要です。在留期間の更新の時に、その活動が消極的に考慮されることもあります。次に、会社などの法人の人権です。判例は、法人にも人権の保障が及ぶとしています。もちろん、性質上可能な限りという限定がつきます。生命や身体に関する権利のように、法人には馴染まないものもあるからです。経済活動の自由などが法人に保障される代表的な人権です。会社の活動が社会に大きな影響を与える点は意識しておきましょう。法人の人権で重要なのが8番製鉄事件です。この判例は法人にも人権の保障が及ぶことを認めました。その上で会社による政治献金も認められるとしました。会社も社会を構成する一員として政治活動の自由を持つと考えたのです。外国人はマクリン事件、法人は8番製鉄事件とセットで覚えておきましょう。どちらも性質上可能な限り保障という考え方が土台にあります。続いて、人権の限界を見ていきます。人権はとても大切ですが、無制限ではありません。自分の人権と他人の人権がぶつかることがあるからです。例えば、表現の自由と他人の名誉が対立する場面が考えられます。この衝突を調整する原理を公共の福祉と言います。公共の福祉は憲法の12条や13条に現れています。公共の福祉の使われ方にも注意が必要です。これは本来、人権同士の衝突を調整するための考え方です。
国家が人権を安易に制限するための言葉ではありません。そのため、どこまで制限できるかは慎重に判断されます。特に精神的自由への制限は、より厳しくチェックされます。この判断の基準は、後ほど個別の人権で詳しく学びます。ここで今日のクイズです。外国人の人権について、マクリン事件の考え方として正しいものはどれでしょうか？ A は、外国人には人権は一切保障されない。B は、日本国民と全く同じ範囲で保障される。C は、性質上可能な限り保障されるが、在留制度の枠内にとどまる。少し考えてみてください。正解は C の性質上可能な限り保障されるが在留制度の枠内です。保障は及ぶが在留の権利までは保障されないと抑えましょう。今日のまとめです。人権を持つ資格である共有主体は権利の性質から判断します。外国人の人権はマクリーン事件、法人の人権は8番製鉄事件が重要です。そして人権の衝突を調整する原理が公共の福祉です。性質上可能な限り保障されるというキーワードも忘れないでください。この総論を踏まえて次回から個別の人権に進みます。次回は憲法の第3回精神的自由です。思想、良心の自由や信教の自由と政教分離を学びます。表現の自由と二重の基準論にも触れていきます。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。